実はここでお知らせがございます。皆様ご存知の方も多いと思いますが、池田俊恵先生なんですが、都議選への出馬を表明されまして、現在選挙区で活動中でございます。それで今日は急遽、Zoom でのご出演となりますが、今、つないでいるんですが、つながらず、私につなげというメッセージが来ましてだからつながるまで奥からつながりましたっていうのが来るまで私が喋らなきゃいけないということなんですが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。池田俊恵先生と私の出会いはですね、つながりました。よかった。先生、私の方は最初からつながってました。お願いします。はい、皆さん、ガーディアンズ、とっても素敵なね、髪の毛のスシャスシャスシャって取ってくるのを見ると、私もちょっとあれやりたいななんて思いながら、毎回拝見させていただいております。今日はご存知の通り、現場に伺うことができなくて、このような形になってしまったことをぜひお許しください。しかしですね、もう東京は、もう日本のへそ、大都市圏だというのに、もうコロナのことをはじめとして、全く議会で何の審議もされておらず、にもかかわらず WHO ブランチをですね、もうこっちを、ブランチどころじゃない、本体を持ってくるというような、もう非常事態だというところに鑑みて、もう誰か助けて、私が助けなきゃどうするんだと思って私は急遽立ち上がったんです。皆さんぜひよろしくお願いします。聞こえてる？もしもし。そんなわけで、そちらの方のちょっと模様が入ってこないんで、聞こえてるか聞こえてないのか、私の話がなんか外人が喋ってるようなのか何なのか、それもわからないんですが。俊恵先生、聞こえてます。聞こえてます。それでは早速ですね、もういち早く子宮頸がんのワクチンも、そしていち早く新型コロナも、そしていち早くこの次の展開も見破ってます。それは今日ですね、これからご開帳したいと思いますので、じゃあパワーポイントをスタートさせてくれますか？はい、いきますね。これはですね、ずーっとかけているとですよ、もう15分ぐらいこれだけでも時間かかっちゃうんで、まあこんなにずっと長くこれを15分ぐらいやるんですね。もう100か200か300かということで、そして今日になると。さて、この中央銀行デジタル通貨、これ絶対忘れないでください。CBDC、これが私たちの今後を差配する動きになってきます。Central Bank Digital Currency、CBDC です。で、CBDC って何か？はい、次。CBDC とはですよ、中央銀行が発行する公式なデジタル通貨。これは、日本でデジタル円、中国ではデジタル人民元、EU ではデジタルユーロ。要するに、電子マネーとか通貨、暗号通貨とかと全く違ってですね、国が保証する形になってます。はい、次。要するに、どこよりも国が水戸の肛門を出す。水戸の肛門じゃない、水戸の印籠を出すということで、肛門出したら大変でした。失礼しました。印籠を出す。次。で、CBDC のメリットというのは、とにかく、現金、キャッシュがなくなります。なので、流通コスト自体がもちろんもうない。もう、しかも、この最大限の特徴というのは、口座がなくてデジタル決済が可能になります。次。しかし、こういった一見便利に見えるようなものというのには、とてつもなく穴が開いていて、
中に落っこまったら二度と浮上してこれません。いくら私が力持ちだったってもうダメよ。はい、次。で、CBDC、これの特徴というのは、要するに、誰がいつどこで何に使ったか、すべて完全記録されます。いいですか？自分の生活上必要なもの、自分の思考、すべてがですね、監視が可能になってきます。要するに、ノーキャッシュレスなんで、全部記録が細かく、だって記録が細かくないと困るでしょ？自分が買ったんだか買ってないんだか証明しなきゃならないから。だから、全部生きてるってことはお金を使うってことですから。生きてる限り、これが全て明らかになってしまうということです。で、それに対して政府が個別に使用制限をかけるっていうようなことも可能になってきます。これがもうすでにコロナ禍でカナダで承認されています。で、口座を凍結される。これは物理的に不可能ですね。現金持ってれば。いくら口座凍結されても、キャッシュ懐に入れたらどこに行ったって使えますから。で、自分がキャッシュ持って何買ったら誰もわからない。一瞬で口座凍結がそこだけだったらできる。はい、次。要するに自分が稼いで自由なはずのお金が不自由になってくる時代になる可能性があります。はい。使い道の制限。例えば、もうとんでもないギャンブル教の父ちゃんには、ね、府中競馬界隈のみ府中競馬だけやらせるとかね。お金に有効期限を設定するとか。そういう形が十分にできます。で、所得に応じた通貨配分の自動化なんていうのもできるようになる。はい、次。要するに、お金というもので人を支配できるような形になってくる。ワクチンで人の体を支配しようとしたのと一緒です。はい、次。これは単なる技術革新ではなくて、私たちの自由と選択権を最終的に揺るがす。ここに向かってワクチンなんかも実は来ました。はい、次。これカナダで証明されたというのは、トラックエロー、これカナダの状態、それとコロナを比較的早くに知ってた人、トラックエローコンボイが自分たちの健康を自分たちで管理する自由を求めて立ち上がったあのデモですね。国境線のところに、もうトラックバーってやって両手を広げて、はい、次。私がこうやったら次行ってね。で、これ、カナダの副首相が、緊急事態法に基づいて、実はあの時何やったかって言ったら、銀行は裁判所なんか関係なく即座に銀行口座を凍結、停止しました。これを国が発布した。はい。で、実はご存知の通り、アフリカはずっとフランスの植民地でありました。はい。次。ご存知の通り、アフリカは世界に名だたる資源国にもかかわらず、そこに住んでる人、そこの土地にいる人のものじゃないです。これ、みんなわかってるけど、みんな気がつかない。どれほどおかしいか。はい、次。で、どういう仕組みになってるかって言ったら、フランスは CFR フランを通じてアフリカのもう主だった国の14カ国の通貨を管理し、その銀行でやり取りするんだけど、その準備金の半分をフランス中央銀行に預け入れないと、作用ができないようにしてます。はい。で、これ、どういうふうな仕組みになってるかというと、これ、アフリカ、今実験場になってるんですね。実は、人口の6割ぐらいが銀行口座を持っていません。で、私以前、どうしてあんなアフリカの奥地の、とんでもないような生活して、わわわってやってるような方々が、携帯だけは私より全然いい携帯使ってるんですよ。なんでかなと思ってたんですけども、で、アフリカは全人口の 60% が25歳未満なんで、やっぱ若い人って、携帯とかデジタルもバッチリ使えるんですね。アフリカは実はデジタル金融管理の、もう、テストケースでやってる。はい。で、その代表なのが、これ絶対覚えておいてください。もうすぐ、皆さん、ちょくちょく、この名前を聞くようになります。ステラとリップル。ステラとリップルです。
はい。いいですか？ステラというのは、個人間の国際送金を安く迅速に行えるようにします。いいですか？今、通貨なんて日本からお金アフリカに送ろうなんて言ったら2、3週間かかったり、お金もね、いくらか送るんだかわかんないけど、5、6千円かかったりするんですよ。しかしこれがですよ、この仕組みだと、ステラの仕組みを使ったら驚くほど、これから出てきます。この XRP、リップル、これは銀行対銀行です。とにかくこれが ISO20022 に準拠させて、金融企業全般に適合性を特出させて、最大限ですね、これ優遇されてます。もうこれですよ。これが中心になってくる。はい、次。で、高速な国際送金を目的とした暗号資産。ね。で、CBDC の各国導入のレールにこれが使われます。はい、次。はい、次。はい、次。これが現金なしの社会。ワールドビヨンドキャッシュ。この時代の創設です。はい。で、実はこれね、リップルはすでにロスチャイルド、エドモンド、ロスチャイルド家のファンドが入ってます。それが実はどこを中心に買ってるかって言ったら、SBI ホールディングス。SBI ホールディングスって日本ですよ。はい。これ、エドモンド、これ、ちょっとブルーで中ほど、これ SBI ホールディングスです。はい、どんどん言って。時間ないからどんどん。で、これちょっと細かく見る、ちょっと元に戻します。先に行き過ぎ。この前ですね、はい。とにかく、送金の速度とコストが、もうステラとリップルがダントツです。ビットコインとかイーサムとかあるけれど、安さと速さは異常に、これが国家が保証しているものです。いろんなものが出てきますけど、皆さん気をつけてくださいよ。本命はここですから。はい、次。これですね。これ、一番いろんな今出てるものの中では手数料が安い、送金速度が速い、現実性がある。だいたいこれ頭に入れておいてください。はい。で、これが SBI ホールディングスの北尾さんです。どっかで見たことありませんか？備蓄のことで政府を非常に批判してました。はい、次。しかしですよ、米騒動は去年の7月、8月、大阪の堂島、堂島でですよ、これね、先物取引やってるんですよ。そこで、人間の食べるお米、主食のものなんていうのは、もう投機にしてはいけないのに、投機にして買い込んで、それでどんどん、はい、次。どんどんですね、江戸時代以降やっていない先物取引を始めてお金釣り上げてるんですよ。お米のお金価格が適正かどうかっていう話は別ですよ。だけど、今回急に上がっていった仕組みはこれです。これが8月20日からスタートしてる。そこからですよ、じゃんじゃん上がってるのは。出来高から何から。これ、投機の対象にされてる。はい。そこに誰が入ってるかって言ったら、竹中平蔵ですよ。はい。これ、どういう方向性に行くか分かりますね。はい。これ、SBI ホールディングスにはもうすでに、はい。日本マスタートラスト、日本カストディ、はい。ストリートバンク、ボール街、金融が全部入ってる。この葉月のブログというのは子宮頸がんのワクチンの時にずっと私を助けてきてくれた東大の方です。で、としえ先生、あと30秒です。はい。中央銀行デジタル通貨は埋め込みチップに課金される。埋め込みチップがどこに課金されてるか。これ嘘じゃないですよ。もう、スウェーデンは体内マイクロチップ、これ実用化されています。インドは目の交際でですね、もう全部スキャンできるようになっています。それと、ワクチンの中に何が入っているかということをこれから検証していくことです。要するに、決済システムによるグレートリセットの危機を私たちはこれから迎えていくことに必ずやなります。すぐそこに足音が聞こえている。これを今日は皆さんにお伝えしたかった次第です。ありがとうございます。